はい、皆さんこんにちは。今回は NVIDIA アプリでゲームフィルターを使ってさらに MSFS2024 の雰囲気をプラスさせる方法を紹介していきたいと思います。 NVIDIA 製のグラフィックカードを使用している方は GeForce Experience でもゲームフィルターを使用できますが、今後こちらの NVIDIA アプリが主流になってくるようなので、今回の動画ではこちらのゲームフィルターを使っていきたいと思います。ゲームフィルターを使用することで色味やコントラストなどの調整やぼかしの効果などを追加することも可能です。また見た目を詳細化できたり、グラフィックの見た目は設定次第で大きく変わります。その中で今回は MSFS で使用できるおすすめのフィルターも紹介していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。最後までごゆっくりとお楽しみください。まず NVIDIA アプリをインストールすることで、これまでの GeForce Experience と NVIDIA コントロールパネルの機能が一つにまとまります。NVIDIA アプリ一つでドライバーの更新や、これまで行っていた NVIDIA コントロールパネルの設定なども可能になっています。左側のタブで各項目があり、そこからドライバーのインストールができるようです。またグラフィックのページではゲームも表示され、今までの NVIDIA コントロールパネルがここに統合されたようです。これまで通り各ゲームを選択し、プログラム設定などが調整できるグラフィックページとなっています。MSFS をクリックすると現在のゲーム内の設定が表示されます。一番下にドライバー設定があり、今までの NVIDIA コントロールパネルで見かけた項目がありましたが、項目の方がかなり減った印象はありました。ちなみに今まで使っていた NVIDIA コントロールパネルは併用して使用することもできるので、細かく設定する場合は以前のものの方が良さそうな気もします。また一つ注意としては、右上の最適化を押すと NVIDIA アプリによって SIM 内の設定も勝手に変更されてしまうので注意が必要です。またシステムページではディスプレイ設定やグラフィックボードのパフォーマンスの調整があり、ファンの速度や最大温度の設定などパフォーマンス関連の設定が簡単に行えるようになっていました。また今回の本題のゲームフィルターを使用する場合は、ここの設定画面のゲームフィルターおよび写真モードをオンにして有効にしておきましょう。これで MSFS を起動させた後、ゲームフィルターを使用することが可能になります。それでは早速 MSFS を起動させてゲームフィルターを見ていきましょう。まずゲームフィルターを起動させるには、キーボードの Alt を押しながら F3 のキーを押すと表示されます。基本的には GeForce Experience の時と同じようで、フィルターもそれぞれ3つ作成することができます。早速ですね、僕の方が MSFS2020 で使用していたフィルターを実際に選択して効果の方を見ていきたいと思います。まず1つ目は露出コントラストになります。これだけでも見た目の質感は結構変わってきます。フィルターを追加すると上部のアクティブフィルターに追加され、調整することができるようになります。クリックすると露出、コントラスト、ハイライト、シャドウ、ガンマとスライダーでそれぞれ調整することができます。フィルターの効果を上げすぎると外部視点では綺麗でもコックピット内が暗くなってしまったりする場合もあるので、適度にかけるのがおすすめです。前回までは調整するときにキーボード入力ができなかったんですが、このように数字を打ち込んで調整することもできるようになっていました。このフィルターでは僕の方は主にコントラストとシャドウの方ですね。この辺りをですねメインで調整していました。シャドウの方もですね、上げると影の方の質感などが非常に濃くなるので、グラフィックの見栄えは非常に上がります。合わせてコントラストを調整することでより実感的になりますが、ここでも上げすぎるとコックピット内が暗くなるので、調整はチェックしながら行いましょう。少し高めの設定で外部からコックピットへ一度見てみましょう。まだ朝方なのでそれほど暗くないように感じますが、夜間時になるとかなり黒っぽさが増します。フ
フィルターは全部で3つ作れるので、昼用と夜間用で作成して使い分けるのもありかもしれません。ここではまだ暫定的ですが、コントラスト、シャドウは10から20弱ぐらいで抑えています。このゲームフィルターの調整は本当に幅広いので、結構沼にはまりやすいので注意も必要です。次に紹介するフィルターは詳細になります。ここでは色味などではなく、全体的に輪郭などをはっきりさせる効果があったり、また HDR トーニングでは明るさも調整ができます。ここでは鮮明度を上げることでよりくっきりとした輪郭となり、見栄えの方も良くなります。飛行中に高高度を飛んでいる時の地形やコックピット内の文字などもはっきりと見えるようになります。設定の方はマイナスの数値でもフィルターをかけているとオフの状態よりはかなりはっきりするので、僕の方はマイナス10から8ぐらいにセットしています。次の HDR トーニングでは明るさを調整でき、元の明るい部分を引き立ててくれるような効果があります。またブルームではエフェクトを強めると明るくなりますが、少しぼやけるような効果が特徴になっています。この辺もですね、好みは分かれると思うんですが、そこまでブルームの方は必要ないかなと思ったので、この辺もですね20ぐらいに設定して弱めにかけています。本当にゲームフィルターの特性を生かすことで、若干かけているだけでもデフォルトとは色味に差が出るので、自分好みに設定することで見た目を変化させることが可能です。次のフィルターはたまにかけて動画撮影などもしていたチルトシフトになります。こちらは画面にぼやけの効果を追加することができます。シネマティック系の雰囲気で撮りたい時やスクリーンショットでは結構雰囲気は上がりやすいと思います。コックピット内で見ると非常に分かりやすいんですが、現在上下にぼやけが入っているのが分かると思います。このようにぼかしサイズやぼかしカーブという調整ができるので、少しだけかけたい場合でも設定次第で調整することができます。このフィルターもかけすぎると上部のツールバーやワールドマップなど設定画面でもぼやけるので、ある程度は加減が必要になります。チルトシフトはシーンによっては結構綺麗に見えるので、これも MSFS ではおすすめのフィルターになります。次のフィルターはカラーです。これも設定次第でサイドや色調をさまざまな色味に変更できます。僕の方はまだ MSFS2024 では使用していませんが、前作の2020ではこのカラーの方も調整して使っていました。ティントカラーで主に色味を決めて、ティントメイドで調整していくようになります。ティントカラーは数値によってかなり違和感が出る場合があるので、より自然な色味で設定することをお勧めします。その後、温度と自然なサイドで微調整します。この2つも大きくサイドが変わるので、効果をかけすぎず若干調整するぐらいで十分だと思います。変更することでシネマティック系やトレーラーのような色味を再現することもできます。次に少し夜間の方も見てみたいと思います。このゲームフィルターでのメリットは、夜間時に適度にフィルターを調整することでコックピットの景気や街明かりなどもデフォルトより綺麗に見せることが可能です。オフの状態と先ほど設定したフィルターで比較してみたいと思います。デフォルトでも十分に綺麗ですが、オンにするとライティングもより深みのある色合いに変わります。今回はそれほど大きく変更していませんが、もう少しフィルターの効果に強弱をつけるとより鮮明になります。また上空からの夜景にも少し変化がつき、
先ほど設定した詳細のフィルターで一つ一つの光がはっきりと再現されます。昼間と夜のフィルターを一緒にするとなかなか調整が難しくなるので、それぞれ分けてフィルターを設定するのも一つの手になります。今回 NVIDIA アプリのゲームフィルターを紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。皆さんもオリジナルのゲームフィルターを作成して雰囲気のアップにぜひお試しください。また前作の MSFS2020 にも NVIDIA アプリの方は使用できるので、同じようにゲームフィルターの方を設定することも可能です。今後も MSFS2024 関係様々な動画をアップしていきますので、気に入っていただけましたらチャンネル登録の方お待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。